こんにちは、大工の翔やんです。今回は前回にかけたこの回り階段の下と上にまっすぐな階段をかけていきたいと思います。まず親板を隅していきます。親板とはこの踏む段板が入る側板のことです。階段の両側にある板のことを言います。差し金で階段の踏み板の勾配を出して角度が自由になる定規で写して一枚一枚をつけていきます。この階段は高さが200で割れます。踏む面が 210mm、 210mm の200の勾配になります。段板の前面を毛引きで印をします。毛引きは同じ寸法を前面から出すちょっとした道具なんですけども、昔はこれ墨を打ったんですけど、墨を打つとこのカンナで削る時にも厄介ですし、一段一段差し金でつける場合はもし寸法違ったりするとダメなんで、やっぱ毛引きが一番いいと思います。これで親板の隅ができました。それでは親板の両端だけを刻んで現場にかけてみます。丸ノコを使うときは一度に切りますとどうしてもどちらかで真ん中に噛んで俗に言うキックバックが起きます。これ材料ですけども、この材料は松の木目で取ってあります。木目で取ってある木の材料を切る場合は真ん中を片方から入れますと大概真ん中辺で噛んで止まるかキックバックが起きます。そのために反対側を切って手前からまたゆっくり切り落とすようにします。そうすると安全に切ることができます。今回の階段は14段になります。昔から13段っていうのは嫌われてきました。格子形の階段の数が13段って昔から言われています。実際は階段上がらず、エレベーターなんですけども、そういうわけでこの階段13っていうのは嫌われた理由です。両端を加工して現場にはめてみます。なかなか1回では収まりませんけども、角度と高さを微調整してはめてみます。同じように相方も両端を刻んでいきます。両端を刻んで合わせてみるというのは、もし隅が間違っていて全部刻んだ場合、失敗した時は中の仕事が全部無駄になります。だから両端の仕事で現場で合わせてみて間違いのないことを確認した上で中を刻んでいきます。こちら側の親板は回り階段部分の扇の部分に当たります。だから勾配を平ってやってこの斜めに親板の頭を切っていきます。斜めにとがらすっていうのはこれ松だからできるんであって、杉とかヒノキとかそういう木ではなかなか三角に残ってくれません。現場でこういうふうに合わせていきます。これで4枚を合わすことができたので、この中の段板を刻んでいきます。
まず隅の輪郭に合わせてカッターで毛書きをします。彫る部分ですね。その縁をカッターでしっかりと入れてやります。そして溝切りカッターで深さを決めて溝を切っていきます。これ自分は定規なしのフリーハンドで少し横着なんですけども、この定規を作っとる時間でこう全部溝がつけるので、この方が自分は得ててるかなと思うんですけども、先ほどカッターでラインを入れたのは、溝を切った時に斜めの部分、反対の部分はどうしてもこうめくれようとします。それをカッターを入れることによってきちっとこのめくれが止まります。機械で溝を切ることができても、やはり最後の仕上げはのみで叩くしかありません。この場合でも先ほどのカッターを入れることによってそこにのみが合わしやすくなって仕事がしやすくなります。これで親板が彫れました。親板の上刃に壁のボードが入る部分だけを溝切りでしゃくっておきます。ここで親板を削っていきます。削り台が揺れるんですけども、これもう少し固定するとよかったんですね。この親板は削る部分は見える部分だけになるから少ないんですけども、割と削りにくい板になります。カンナの台が減って薄い場合、掴んでる指がもしカンナから下がった場合は段板の部分で詰めます。大きくしま目ができます。なかなか削りにくい材料です。段板を今選んでいるんですけども、どうしても下の方から綺麗な材料で取ってやるのに、一応この順番を決めて番号を打っておきます。そして段板加工で毛ごみの入る部分を段板の下の部分に溝切りで溝を作っていきます。
そして段板の長さを測って定規を作ります。特にバカ棒ですね。バカ棒というのはバカでも長さが取れるバカが使う棒ですからバカ棒ですね。先ほどの定規で長さを切っていきます。材料は少し長めに作ってあるので両端の割れを確認して切っていきます。切るときは先ほどと同じように一回後ろにノコ目を入れてやって、そして前からゆっくり切るようにします。毛ゴム板も同じ長さなので先ほどの定規で取っていきます。ここでやっと段板を仕上げていきます。これ映像で見ると段板は短くちょっとしたまな板ぐらいに見えますけども、ちゃんとした階段の長さはあります。そしてこの段板の後ろ側、毛ゴミが当たる部分はこう斜めに削ってあります。そうすることで毛ゴミ板がよりひっつきやすくなります。毛ゴミ板の入る部分の面を取っておきます。大きめに取ります。これは段板です。段板も大きく入る部分は面を取ります。そして入る部分の木殺しをします。木殺しとは木を弦ので叩いて一旦へこますことを言います。親板の寸法はへこました寸法で彫ってあります。実寸のこの厚みの2ミリ程度狭く彫ってあります。そしてこの段板を入れてからまた水を打って膨らませます。そうすることで厚みは元に戻ってきちっと収まってくれます。そして最後に滑り止め加工をします。これでやっと下ごしらえができました。ここからは組み立てていきます。まず親板を長めのビスでしっかりと留めていきます。割と親板は彫った部分にビスが揉めるので何本も多めに留めていきます。先ほど木殺しした段板をはめていきます。木殺しした寸法でも入れるときは固めになっています。これぐらいの叩き具合で入るとベストですね。
こで水を打ってへこました木を元に膨らませます。一気には膨らみませんけども、元に戻ります。そのことできちっと入ってガタつきもなくなります。段板は裏からしっかりビスで前へ送ってやって、そして下場から3本以上のビスでしっかりと止めていきます。へこみ板が入るコーナーと段板の後ろ面がどうしてもズレができます。そのズレを直しておきます。へこみ板をはめるときは上の部分にたっぷりとボンドをつけます。そして今回は50のビスで留めていきます。上の部分だけは50はちょっと出てしまうので45のビスで留めていきます。そして横の部分も少し太めの切りで穴開けてビスをしっかりと揉んでいきます。へこみ板はどうしても割れやすいので両端のビスの揉んだ部分はすぐに割れ止めをします。普通の木工ボンドを塗っていますけども、これで十分割れ止めになります。最終的にもう一回ボンドをぐるりに塗るんですけども、今はすぐ割れてこないように2センチほど塗っておきます。上の部分も同じように親板からしっかりと留めていきます。最後のへこみ板なんですけども、ここに大花台が入っているので後ろからビスを揉むことができません。それで今回は切りで穴開けることにしました。ここへ角栓を入れておきます。ビスが後ろから揉めないのでボンドだけで持たすようになります。だから今は指で塗っていますけども、しっかりとコーナーに塗っておきます。そして同じようにボンドを塗って最後のへこみ板をはめます。はめてからこの先ほど打った角栓をビスで少しだけ前へ送ってやります。後ろから押さえるということですね。これで階段ができました。松の赤身の階段です。虎門です。以上、大工の翔やんでした。